もしも人間が眠れなかったら、一日は終わるのに意識は終わらない。夜になっても目を閉じることができない。体は止まっても思考だけが続いていく。横になっても時間は過ぎていく。だが休んだという感覚はどこにも残らない。朝が来ても何も変わらない。昨日のままの意識がそのまま続いている。私たちは普段眠ることで一日を終わらせている。だがこの世界ではその区切りが存在しない。一日が切り替わっても中にいる自分は変わらない。それは少しずつ積み重なっていく。疲れではなく途切れない感覚として残り続ける。例えば嫌なことがあった日、本来なら眠って少し薄れるはずの記憶がそのまま残る。朝になっても何も軽くならない。それでも時間は進む。仕事も学校もいつも通り始まる。だがその中で人は少しずつ違和感を覚える。区切りがないという感覚。一日は終わっているのに自分だけが終わっていない。その状態が続いていく。この世界では寝てから考えるが存在しない。判断はすべてその場で続いていく。そしてここから社会が変わり始める。まず変わるのは時間の使い方だ。人は眠らない。だが動き続けられるわけでもない。体は休ませる必要がある。しかし意識は止まらない。だから休憩という概念が変わる。横になっても回復しない。ただ時間をやり過ごすだけになる。仕事の形も変わる。夜という区切りがないため、働く時間の終わりが曖昧になる。本来なら今日はここまでと止めるところがそのまま続いてしまう。人は止まる理由を失う。眠ることで強制的に終わる。その仕組みがないからだ。だから仕事は細かく区切られるようになる。一定時間ごとに強制的に中断する。そうしないと終わりがなくなってしまうからだ。夜も変わる。暗くなるだけで意味を持たなくなる。店は閉まらない。人も止まらない。だが活発になるわけでもない。ただ動き続けているだけの時間になる。そして最も大きく変わるのは回復の概念だ。この世界では寝れば大丈夫という考えがない。疲れは少しずつ蓄積する。だがそれを一気に戻す手段がない。だから人は
常に少しだけ不調な状態で生きるようになる。完全に元に戻ることがない。その状態が基準になる。医療も変わる。回復を前提とした治療が成立しにくくなる。薬や処置はある。だが、眠って回復するという工程が存在しない。だから、治すというより、維持するという考え方に近づく。少しずつ整えながら、崩れないように保つ。人間関係も変わる。本来なら、時間が経てば落ち着く感情が、そのまま続く。一晩置けば大丈夫という感覚がない。気まずさも怒りも区切られずに残り続ける。だから人はその場で処理するようになる。ためることができないからだ。そしてこの違いは小さく見えて社会全体に広がっていく。私たちの世界では眠ることでリセットされている。記憶も疲れも感情も一度区切られる。だがこの世界ではそれがない。すべてが連続している。一日が終わっても中身は続いている。だから社会は続き続ける前提で作られる。完全に止まることがない。しかし同時に完全に回復することもない。この世界では終わるという感覚が薄れていく。そしてそれは思っている以上に大きな違いになる。私たちは普段眠ることを意識しない。当たり前すぎるからだ。だが実際には眠ることで一日を閉じている。何かを終わらせている。もしそれができなかったとしたら、私たちはどこで区切りをつけるのか、どこでやり直すのか、そしてその余地がないまま時間だけが続いていくとしたら、それは本当に同じ一日と言えるのだろうか。もしも人間が眠れなかったら、一日は終わるのに自分だけが終わらない世界になる。ではこの世界で本当に変わるのは何か。それは人の能力ではなく、社会の区切りそのものだ。私たちの世界では眠ることで一日が終わる。だがこの世界では終わりが存在しない。日付は変わる。しかしその中にいる意識は続いたままだ。だから時間の使い方が変わる。一日単位で区切る意味が薄れていく。何時から何時までという感覚は残る。だがそれは便宜的な目安でしかない。本来なら夜で止まるはずの流れがそのまま続いていく。まず変わるのは
働き方だ。眠るという強制終了がないため、仕事の終わりが曖昧になる。人は自分で止まる必要がある。だが、その判断は簡単ではない。だから社会は、時間で区切る仕組みを強くする。一定時間ごとに作業を止める。次の工程に強制的に移す。そうしなければ、仕事が終わらなくなるからだ。夜も同じだ。暗くなるだけで役割は持たない。店は閉まりにくくなる。人も完全には止まらない。だが、活発になるわけでもない。ただ、区切りなく続いているだけだ。次に変わるのは、回復の考え方だ。この世界では、眠って戻ることができない。だから人は、状態を維持する方向に動く。一度崩れたら、大きく戻す手段がないからだ。少しずつ整える。それを繰り返すしかない。医療も同じ考えになる。治すというより、崩さない。完全に回復する前提がないため、状態を安定させることが目的になる。そして、この違いは、人の行動にも影響する。私たちの世界では、一度止まって考えることができる。眠ることで、思考がリセットされるからだ。だがこの世界では、考え続けるしかない。一つの判断が、そのまま次につながる。途中で切り替えることができない。だから社会は、判断を分割するようになる。一度に決めるのではなく、小さく区切って進める。それが唯一の調整方法になる。人間関係も変わる。時間が経てば落ち着くという前提がない。感情はそのまま続く。区切りがないまま残り続ける。だから、その場で整理する必要がある。後に回すという選択が弱くなる。この世界では、先延ばしが難しい。区切りがないため、自然に終わることがないからだ。そして、この積み重ねが、社会の形を決めていく。私たちの世界では、眠ることで一度リセットされる。一日ごとに区切られ、また始めることができる。だがこの世界では、すべてが連続している。終わりがないまま続いていく。だから社会は、止まらない前提で作られる。しかし同時に、大きく立て直すこともできない。少しずつしか変えられない。それが、この世界の特徴になる。私たちは普段、眠ることを意識しない。だが実際には、
一日を終わらせている。何かを区切っている。もしそれがなかったとしたら、私たちはどこで区切るのか、どこでやり直すのか。もしも人間が眠れなかったら、私たちは一日を終えているのではなく、ただ続けているだけなのかもしれない。